皆さんこんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。新年初撮影になります。去年からここに小屋を作ろうと思っていろいろ準備してきました。こういう土台を作って、その上に柱を置いて、その上にですね、こういう杉板っていうんですけど、3センチの厚みがある杉の板をこうやって張っていったんですね。こんな感じで土台と床ができましたんで、今日はこの上にですね、壁というか、柱というか、骨を作っていきたいと思います。使う木材なんですけど、2x4 という木材を使います。2x4 というのは2インチ ×4 インチなんですね。アメリカの規格なんですけども、これを柱に使うような感じです。昔ながらの一般的な日本家屋ですと、こういう 105mm×105mm の太い木をこう柱に使うんですね。それに対して 2x4 の場合は、この木をですね、柱として使うというよりは、この木に合板という板を張って壁を作るんですね。で、その壁で囲って合成を取るというようなやり方になってます。ですから、この 2x4 材に合板をこう張って壁を作っていくのが普通のやり方なんですけど、私はちょっと天の弱なところがありまして、違うやり方がないかなというのを未だに考えています。合板をあんまり使いたくない理由としては、合板って薄い木を、接着剤で重ね合わせてるんですね。化学物質で。化学物質が出るというのは一つと、化学物質で木と木を重ね合わせてるんで、湿気とかでね、分解しちゃうんですよね。だからベコベコになるというか。なので、こういう野外で合板ってね、あんまり持たないんじゃないかなっていう気がしてまして。そういうのもあって、この床材にしても、合板を使わずに、わざわざこういうですね、カフェ板、無垢の材を使ってます。もちろん無垢の材の方がもちろん高いんですけど、この木はもともと4メートルあった杉のやつをこう、ちょっと切って置いてるんですね。4メートルのカフェ板が取れる木って結構立派な木だったと思うんですよね。この木は、立派な木からこういう木材になりましたと。それに対してね、合板ってね、ちょっとよくわかんないですよね。で、もう一つ、合板の欠点として、燃やせないんですよね。いらなくなっても。当然ながらその化学物質満載なので、燃やしたら、黒い煙とかダイオキシンが出るので、そもそも燃やしちゃいけないですし、ですから、ここから外に運び出して処分しないといけないと。で、今はね、新しいですけど、いつの日かやっぱりダメになる日が来ると思うんですよね。で、その時に、合板だからね、運んでまた出さなきゃいけないってちょっとめんどくさいかなと。願わくばね、私が元気なうちは、この倉庫は持ってくれて、次の代の人が建て直してくれればいいと思うんですけど、その時に合板があると、ふざけんなよって多分思われると思うんですよね。俺が捨てんのかっていう。あんまりね、次の代に、ちょっと負債というか、迷惑をかけたくないなっていう。後から文句言われたくないというか。だからちょっとね、高くつく部分もあるんですけど、無垢の木でやりたいなというふうに考えてます。で、床はね、このカフェ板でやったんですけど、壁をどうしようかなっていう部分があって、で、壁に求められているものって、見た目はあるんですけど、やっぱり一番大事なのは合成だと思うんですよね。この壁の上にこう屋根が来るので、先ほどお話したように、太い柱で組んであれば、屋根も問題ないと思うんですけど、何しろこの 2x4 っていう材でやってるんで、で、その上に、その合成を出す合板をあんまり使いたくないなって今思っちゃってるので、ちょっとややこしいというかですね。ですから、通常はこの 2x4 材に合板をこう貼って合成を出していくと。それで OK なはずなんですけど、それをやりたくないというような状況になってます。ちょっとね、まだ正解がわからないので、ひとまず、2x4 材で骨を作りたいと思います。その上で、ちょっと揺すってみたり、合成があるとこないとこっていうのをちょっと私自身が理解して、足したりとか、次のやり方というのを考えたいと思います。ということで、今日は骨を作っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。使う 2x4 材はこちらですね。大晦日の日に運び入れました。大変でした。大晦日の日に仕事をするなんて、かなり気合を入れてます。で、この材だけで、ひとまずですね、屋根を除いた柱はできるはずなので、今日はこれを
やっていきたいと思います。では今からこの横の部分の壁ですね。ここの壁を立てていきたいと思います。使う材は先ほど言った 2x4 材ですね。ここの部分が、2730。高さが1825ですね。この長さにした理由は、こっちはね、全体が2730なんで、9尺なんで。で、こっちはですね、この 2x4 材を半分にしたらこの長さになったっていう感じですね。こんな感じで、柱4本使って1、2、3の3つの面ができましたと。ひとまずこれをちょっと固定してこれを起こして1枚目の壁を作ってみたいと思います。壁が1枚できました。本来であればここに合板を貼っていくんですけど、先ほどお話したように今日はひとまず骨を立ち上げたいと思います。今ですね、右側のパネルを作ったんですけど、同じものをこちらにもやらないといけないんで、今この上に作っていこうと思います。こんな感じで、パネルが2枚できました。向こうの壁の柱とこちらの壁の柱です。では今からちょっと仮で立ててみたいと思います。はい、立ちました。これを固定していけばって感じですね。ひとまずこっちは OK だな。固定しちゃおうかな。はい、ではこっちもちょっと立ってみたいと思います。
横の壁が立ちました。だんだんと家に近づいてきてますね。ちょっと怖くてまだゆすれないですけど、それでは奥の壁を作っていきたいと思います。手前のパネルできましたんで、ちょっと立ててみたいと思います。最後のパネルですね。今から立てていきたいと思います。よいしょ。こっちだ。はい、できました。檻が。壁の骨の部分はできました。初めてやってみたんですけど、なんとか一人で立ちましたね。このやり方だと、一人でもここまでは来れるって感じですね。通常はここにもう合板という壁を張って、こう壁ごとバンってやるんですけど、ちょっとそれは後に回したいと思います。ちょっとね、ここの壁材どうしようかなってまだ考えているので、まだ全然止めてないんですけど、これでもかなり硬くなってきましたね。本当にね、ここは道路から遠いところなんで、こういう木材を使うと搬入がすごい大変でして、それで結構ためらってたんですよね。何かいろいろこういう建築物をやるのを。ずっともう10年以上こうね、テントをここに持ってきて、テントを立てて、で、紫外線でダメになって、1年半、2年に1回ぐらいこう交換してきたんですけど、やっと踏ん切りがついて、今、柱まで立ちました。本当にね、こう、調べなきゃいけないこととか、考えなきゃいけないこととか、こう、選択しなきゃいけないことが山のようにあって、どれをね、選んでいくかっていうのはすごい難しかったんですけど、
ひとまず壁の柱立ったので、で、この後ですね、一回屋根の部分の柱もね、やっていこうかなと思います。で、それをどうやるかっていうのは、今からちょっと調べて考えたいと思います。できるだけね、コストを抑えたいんですよね。かっこいい屋根を作れば作るほど、たくさんの木材が必要になって、お金もかかりますし、お金もそうですけど、運ぶのがね、結構しんどいんですよね。ですから、できるだけシンプルな小屋にしたいなと思います。ここね、家じゃないですからね、物置小屋なので、屋根はシンプルでいこうかなというところですね。はい。なんとか、壁が、柱が立ちました。ということで、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。